はい、皆さんこんにちは、日立です。今日は今映画がやっている鬼滅の刃無限列車編。この映画の中に出てくる煉獄さんというキャラクターが言っているよもやよもやだ。この言葉について説明をしたいと思います。先に結論を言ってしまうと、よもやよもやだ、よもやっていう言葉は何々と思わなかった、自分の予想外だったこと、驚きを他の人に伝える表現です。つまりよもやよもやだっていうのは、よもやとは思わなかった、この思わなかった、自分の驚きを表現している、そんな表現です。よもやよもやっていう風に2回言っているのは強調、強くするために2回言っています。じゃあこれからよもやっていう表現を詳しく見ていきたいと思います。はい、まずこのよもやっていう言葉は副詞です。副詞っていうのは何か言葉の前にあって動詞や形容詞に意味をプラスするもの。例えばとても美味しいとか、多分わかるだろう、全然わからない、この中に使われているのが副詞です。この文章だったらとても美味しいのとても、多分わかるだろうの多分、全然わからないの全然、これが副詞です。で、よもやっていうのも副詞だから必ず後ろに動詞、言葉があります。それは何かっていうと、よもや何々ないだろう、ないだろうっていう言葉がよもやの後ろには必ずあります。例えば何回も練習したからよもや失敗はしないだろう、こういうふうにしないだろうっていう言葉をよもやと必ず一緒に使います。で、このないだろうっていう言葉をもう少し難しい文法の言葉にすると推量という言葉になります。で、この推量っていうのはいろいろな何々だろうっていう自分の考えを表す表現なんだけど、よもやの時には、はい、ないだろう、マイナスの推量、マイナスの考えを一緒に使います。少し推量というのが難しいと思うので簡単な言葉にすると、つまり思わないとか思わなかった、こういう予想外の表現がよもやの後ろには必ず一緒に使われています。なのでよもやっていう後ろに来る推量の表現は自分の予想外、ないがつく予想外なんだなっていうことが分かるといいと思います。そしてこの予想外っていうのが後ろに来ることがもう分かっている、分かっている時にはこのないだろうとかと思わない、思わなかった、これは言わなくてもいいです。どうしてかっていうと、よもやっていう言葉を使っているから、このないだろうとか思わない、思わなかったっていうのが来ることが 100% わかるからです。例えば何回も練習したからよもや失敗はしないだろう、これが完璧な文章なんだけど、しないだろうっていうのが後ろに来ることがよもやっていうのを使っているからわかるんだよね。だからこのないだろうっていうのは言わなくてもいいです。そうすると、何回も練習したからよもやね、これで日本人はよもやの後ろ、どんなことをその人が言いたいかっていうのを分かります。この聞いている人は失敗はしないだろうっていう 100% が分かるわけではなくて、状況、シチュエーション、それでどんな言葉が来るかっていうのを想像します。今回は失敗っていう言葉を使っているけど、他の場所では失敗じゃなくて成功になるかもしれない。後ろに来る表現や言葉が決まっているから
言わなくてもいい、こういう表現が日本語にはもっとたくさんあります。それを呼応の副詞というふうに言います。次にこの呼応の副詞について説明をしたいと思います。呼応の副詞っていうのは、よもやと同じように後ろに何々だろうみたいないつも決まった表現が来る副詞のことです。例えば多分とか全然、全く、ぜひ、もしかしたら、こんな表現が呼応の副詞。じゃあまず多分っていうのを見てみましょう。多分っていう副詞を使うと必ず後ろにはだろうやないだろう、よもやと同じような推量の言葉が入ります。よもやと違うのはだろう、ないだろう、プラスでもマイナスでもいいことです。例えば多分失敗するだろう、多分失敗しないだろう。すごく練習してたけど失敗するかな、いや多分、こんな風に後ろは必ずだろう、ないだろうっていう言葉がわかるから、多分だけで文章を終わらせることができます。今回の例だったら最初にいやって言ってるから、後ろには失敗しないだろうとか大丈夫だろうっていう推量の文章が来ることが考えられます。次に全然とか全く、これは分かりやすいんじゃないかな。後ろは必ずないっていう言葉が来ます。例えば全然思わないとかだね。すごく練習してたけど大丈夫だと思う？全然。こんな風に全然っていう言葉を使うだけで後ろに思わないっていう言葉が来る。これを聞いている人はわかるし、言っている人も思わないっていうのがいつも来るから言わなくても大丈夫。他にもぜひっていう言葉があります。この言葉を使うと後ろには必ず何々したいという言葉が来ます。例えばぜひ行きたい、次の日曜日買い物に行きませんか？ぜひ。これ後ろ何も言ってないよね。このぜひの後ろには必ずたいという言葉が来るから、行きませんかっていうのにぜひ、これだけ言ってぜひ行きたいですっていうところまでを表現することができます。最後にもしかしたら、これは後ろが必ずかもしれない、可能性の言葉になります。例えばもしかしたら成功するかもしれない、失敗するかもしれない、かもしれないっていうのが必ず後ろにつきます。すごく練習してたけど失敗するかな、もしかしたら、こんな風に可能性の話をしているから、すごく練習してたから失敗する、成功するっていうと、すごく練習をしていたら成功する可能性が高いよね。でももしかしたらだから、今回だったら失敗するかもしれない、この表現がもしかしたら、これだけでわかります。はい、呼応の副詞っていうのはこんな風に最初の副詞よもやが多分、全然、ぜひ、もしかしたらっていう言葉を言うだけで、後ろの言葉を言わなくてもそのコミュニケーションができるという言葉でした。じゃあ最後に、アニメの中で煉獄さんがよもやよもや、これどんな風に使ったのか、どんな気持ちで言ったのかを確認してみましょう。まだアニメの映画見てない人もいると思うんだけど、煉獄さんは鬼と会って戦う前にこのよもやよもやだっ
っていう言葉を使っていました。さっき説明したようによもやっていう言葉はびっくり、驚いているとか予想外だっていう気持ちを伝える表現だから、多分煉獄さんはこんな風に思ってたんじゃないかなと思います。こんなことになっているなんて全然想像してなかったわ。びっくりした。はい、よもやよもやだっていう風に言って、全然想像してなかった、びっくりしたっていう風に思っていたとか、まさか柱の自分が攻撃に気づかないなんて鬼強くてびっくりした。このまさかっていう表現ね、これも予想外の表現だよね。まさか柱の自分が攻撃に気づかないなんて、いや鬼強くてびっくりしたな。この自分のびっくりをよもや、この副詞を使って表現していたんじゃないかなと思います。で、最後に2回言っている理由についてです。これはすごく簡単で、2回言うことで強調、自分の驚きを強くしています。特に意味はないといえば意味はないです。でもよもやよもやっていう風に副詞を2回使うことで強くする、強調する表現は他にもあります。例えば全然問題ないっていうことを言いたいときに、全然とか、すごくしたいこと、何かを誘ってもらったときにすごくしたいと思ったときは、ぜひぜひとか、すごく予想外の時にはよもやよもやだけじゃなくて、いやまさかでしたねっていう風に自分のすごく予想外だっていう気持ちを副詞を2回言うことで表現することもできます。ただ全ての副詞がこのよもやよもやとかまさかっていう風に2回言って強くできるわけではないので、それは気をつけてください。じゃあ最後にまとめです。よもやっていうのは何々と思わなかった、自分の予想外だったことを伝える表現でした。つまりよもやよもやっていうことを言って、煉獄さんは自分の驚き、自分が驚いたことを表現していました。2回言っているのは強調するためで、それくらい煉獄さんが驚いたんだっていうことがわかる、そんなセリフでした。鬼滅の刃はこれからも多分アニメが作られていくと思うから、こうやって解説をする動画はどんどん出していこうと思っています。もし鬼滅の刃以外にもこんなアニメを解説してほしいというのがあったらコメントに入れてくれると嬉しいです。じゃあ最後にみんないいねとチャンネル登録よろしくお願いします。それじゃあ皆さんさようなら。